中田ちゃんの YouTube 大学で石丸慎さん1位で再生回数150万超えすごい。お、すごいですね。いや、石丸さんがね、どれぐらい伸びるのかはね、結構興味あるんですよね。ネット上で騒いで、ちゃんとそれなりに評価されるっていうのが、比例代表選みたいな、複数の人たちがいると、まあ2%ぐらいおかしな人たちが投票するよねっていうので、NHK 党が議員を作ったりとか、令和だったり参政党だったりが議員を作るっていうパターンはあったんですけど、割と1対1で、まあ1人しか受からないっていうところで、ネット系が本当にこううまく活躍したっていう例ってそんな多くないですよね。ちょっと前にあった東京15区の江東区の選挙区でも有名人がいろいろ出てたんですけど、ネットではなんかいろいろ騒がれたんですけど、実態蓋を開けてみたら投票率はめっちゃ低くて、で、立憲民主党のなんかいつも通りの組織票で受かりましたっていう、ネット上とかメディアとかで大騒ぎしたのって全く関係なかったよねっていう結論になったんですよ。なので、今回もネット上では騒いでる人はいるけど、実際ネット上で騒いでる都民じゃない人ばっかりで、都民でもネットを見てる人たちはそんなに行くわけでもなくて、東京都の人って忙しいので、なので投票に行く人は結局それなりに暇な高齢者で、想定通りの結果、今まで通りの人が、旧来の組織力のある人が受かって、ネット上でなんか人気がそれなりにあるという人は別に評価を受けないという構造で終わるのかなという気もするんですけど、ただなんかそのネットニュースとか見てる限りだと、結構そのネット系で頑張ってる人たちが、それなりにこう世論調査とかも評価が上がってるみたいなのが上がるんですけど、ただその世論調査とやらもネットで取ってんじゃねえって気がするんですよ。で、ネットで取ると割とそこにネットの人たちが集まってきちゃうので、そこのバイアスが勝っちゃうんじゃないかなっていうのなんですけど、で、あとね、結構応援として、まあ、これは僕のざれ言だと思ってください。ネットで応援する人が結構やりがちなのが、半眼びいきというのがありまして、例えば、群馬県の知事2期目をやってる山本一太さんって、1期の時に群馬県知事として最高の得票率を得て、で、2期の時も基本的にはもう絶対負けないよねっていう世論調査出てたんですよ。でもあの人って負けそうですってずっと言い続けてたんですよ。応援してるスタッフの人とか後援会の人たちも山本一太に投票しないと山本一太負けてしまうかもしれませんって言って大衆にずっと言ってたんですよ。なのでみんな山本一太さんにやってほしいと思ってるんだけど、でも負けそうって言うんだったらじゃあ投票に行かなきゃいけないよねっていう風になって投票に行くんですよ。要するに勝ちそうって言われたら、あ、じゃあ俺行かなくてもいいやってなっちゃうんですよ。勝つんだから俺行かなくてもよくね。どうせ勝つんでしょ。でも勝ってほしいけど、俺が行かなかったら負けちゃうかもしれないのってなると投票に行くんですよ。なので、投票してほしい人の行動というのは、負けそうです。助けてくださいって言わなきゃいけないんですよ。でも、僕が見てる限り、石丸さんの応援をしているであろう的な、ツイッターとか YouTube でのコメントのアカウントとか見ると、石丸さんすごいとか、石丸さん勝てそうとか、石丸さんが世論調査でもリードしてるとか、なんか石丸さんがそれなりにうまくいってるというので、自分たちがやってることに意味があるというのを認めたいのか分かんないけど、勝ちそう、勝てそうですとか、石丸さんすごいですって言っちゃうのよ。いや、そこじゃない。むしろ逆だよっていうふうに僕は思うんですけど、石丸サポーの人たちって結構逆のことをやっちゃってるんですよね。石丸さん勝つかもとかじゃなくて、勝てないかもしれないけど、こういう人を応援した方が社会にとっていいよねっていうのをしなきゃいけないのに、議論でも勝てるし、論破して強いとか、石丸全然勝ててるじゃんとか、なんか4人投票会でも、石丸さんの討論が一番良かったとか、石丸さんのスピーチが最高とか、石丸さん褒めてるんですよ。いや、違うぞ、それっていう。まあ有能な見方と無能な見方だと、無能な見方の方が厄介っていうのがあるんですけど、はい。無能な見方は無能な敵よりも厄介か。なので、そこら辺なんか間違っちゃってるよねっていうふうに思うんですけど、なんかね、結構ね、石丸さんをね、攻撃してる系のツイッターの人とかでも、多分これ逮捕されるんじゃないかなと思うんですけど、選挙始まる前に、こういう法律違反をしてるとかって書くのは、ある程度グレーなんですよ。でも、選挙始まった後に、こういう法律違反をしていると、インターネット上に書く場合は、公職選挙法違反になるんですよ。違反の可能性はありますよ。そこは認めます。ただ、違反の可能性と違反であるは意味が全然違うんですよ。選挙期間中に違反であるということは、イコールこの人は犯罪者であるという情報をインターネット上に公に書いているという行為なんですよ。
で、それをやると、公職選挙法の中で、虚偽である内容を告知して、選挙の候補者に悪い影響を与えたというのが、見事にインターネット上に証拠として残ってる状態なんですよ。だからまあその石丸さんの熱心なサポとかがそれ通報すると多分選挙終わった後に普通にバタバタと捕まりますよ。それも分かってなくて石丸さんのこの行為は違法であるとかって書いてる人がいて、この人たちはバカなのか頭が悪いのか確信犯なのか何なのだろうと思って僕は見てるんですけど、日本の法律上この行為は違法であるというのを書いた人の文章をリツイートした場合も共犯になります。杉田水脈さんの時のやつかな。RT をしたりとか、いいねボタンを押して、今いいねボタンちょっと仕様が変わったかもしれないけど、いいねボタンを押すことによって、自分のフォロワーにそのツイートを見せるという機能がツイッターにあるんですよ。なので、いいねボタンを押すことによって、違法な文章をフォロワーに見せるという行為をしたので、結果として違法な情報を広めましたよね。はい、違法っていう形で、リツイートとかいいねも違法行為の共犯になっちゃうんですよ。なので、リポストね、選挙の候補者がこういう違法行為をしていますというのを RT バンバン押してる人もいるんですけど、これ一緒に逮捕されるから通報されるの分かってやってんの大丈夫と思うんですけど、だからなんか頭が悪いのか頭がいいのかよくわかんないですよね。違法になるような行為は俺はしませんって言ってる人が、してる、今してる、証拠がネット上に残ってるって僕は見ながらこう思ってるんですけど、いやいややっとるかなっていう。なので、今後の公職選挙法でいろいろ警察大変だと思うんですけど、皆さん頑張ってください。石丸さんのやりたいことは地方分権らしいですが、要は東京から分散することで過疎化することにつながりますよね。都民としてはそれなんですが、そう認識になってますか？現実どういう形で地方分権を進めるかというのを石丸さんが言ってないので、僕はわからないですけど、で、何回か前の録画配信でも僕結構地方分散は正解であると思ってる派ですよって話をしたと思うんですけど、東京がなぜ儲かってるかっていうと、地方で作られるその農作物だったり商品だったりというのを東京の会社が海外だったり東京だったりで売ってる。だから東京で儲かるっていうのがあるんですよね。東京という都市がミシュランでの星が世界で一番多い街なんですけど、じゃあそれがなぜ成立するかっていうと、日本中の漁業の人だったり農作物を作ってる人たちっていうのが東京に商品、その食べ物を卸して、で、それを調理する人がいて、初めて売り上げが成立するって話なので、その東京というのは、日本中で作られた製品を最終的に売り上げで上げる場所なので、そもそも日本中で作られる製品だったり商品だったり農作物だったりというのがなくなっちゃうと成立しなくなるんですよ。例えばじゃあユニクロって服を作ってユニクロの店舗で売ってるから儲かるのに、ユニクロが服を作らなくなって店舗だけ世界中にありましたって言ったらすぐ潰れるじゃないですか。もうユニクロが生産能力ありません。でもなんか服はいっぱい売りますって言っても、じゃあそこで島村の服を売りますって言ったらすぐ潰れると思うんですよ。なのでユニクロというのは世界中に店舗があるんですけど、ユニクロがなぜ強いのかというと、優秀な商品を作り上げるという能力があるから販売店が売り上げを上げてるんですよ。確かにだからお金が入ってるのは各販売店で、そこをこう取りまとめてる東京に本社あるんだけど、東京本社とかがすごく儲かっていて、で、そこで働いてる人がいっぱいいて、そこの人たちの給料高くて、なんかユニクロって東京の会社でなんかすげえ儲かってるねって見えるんですけど、でも東京には工場ないですよ。なので、東京が儲かってるというのは日本全体がうまくいってるから東京が儲かるのであって、なので、その日本全体がうまくいくためにはどうすべきかというのは、僕は結構東京の人が考える必要があるんじゃないかなと思ってる派閥なんですよね。なので、能登の復興どうすんのっていうので、能登の人たちの、役所の人たちっていうのが、復興をどうやってやっていいかとか、行政的にどういう法律があった方がいいかとか、ボランティアの人どう管理したらいいかっていうのは、素人なので分からんと。なので、東京で行政の災害復興専門家みたいなのを作って、なんか災害あるために東京からこうゾゾゾっと行って、こうやった方がいいですよとかっていうので、マンパワーに関しては、じゃあボランティアこうやって集めた方がいいですよとか、ボランティアだったりこう声かけるとか、土木の会社が必要であれば、土木の会社のリストこういうのがあるからっつって、ここで片っ端から電話するとかっていうので、復旧復興を早くするっていうのは、東京の余った金でできると思うんですよ。他の地域に比べたら東京金余ってるので、地方分権自体が僕は悪いとは思わないです。はい。ただ石丸さんが何をもってそれ言ってるのか分かんないので、全然違うこと言う可能性ありますよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。